おはようございます。阿部義俊です。今回はコミティアのサークルカット、万年筆と、鉛筆と、呉竹の、ジグというマーカーみたいなもので、書いたんで、なんでしょうね、動画を見ながら、軽く解説をしてみようかなと思います。そうですね、今鉛筆で当たりを取っています。最初のところに、紙にバツ印を書いたと思うんですけど、書いてあったと思うんですけど、それは、カメラのピントを、撮るために紙の真っ白なところにピント当てようとすると、ピントを取り損ねてなんか変なところにピントいっちゃうんで、バツをつけていただけです。あれは気にしないでください。で今、当たりを取って、人間の顔を描き始めてますけど、これは飛び込め沼というカメラ漫画の、主人公の先輩という、女の子のキャラクターですね。ちょっと漫画で描いてる時よりもリアルめというかシリアス寄りというか、ちょっとそんな感じの描き方になっています。自分は今30年も絵を描いてきて今更ですけど、なんか当たりの取り方が間違ってるっていうか変な癖があって、丸の中にバッテン描いて当たり取るじゃないですか。なんか頭の大きさとその丸の大きさが合ってなくて、いつも丸バッテン描いて輪郭描いて髪の毛描き始めると髪の毛のボリュームが大きすぎて、今も最初に当たり取った丸よりもでっかくなっちゃっていて、その丸を描いてその丸をシルエットにしてその頭身を決めたりすると、大体だから頭がちょっと大きくなっちゃうんですよね。だからそのあたりちょっと加減しながら、要するに手癖で描いてるとちょっと頭の大きいキャラクターになっちゃうんで、そのあたりちょっと気にしながらやっています。当たりを取るのに今これ2倍速でやってるんで1分40秒なんで、3分ぐらいですか、このぐらいの絵だと。で、インディグラフという万年筆を使ってペン入れをしています。インディグラフはスケッチ用に特化した絵描き専用の万年筆みたいな感じの万年筆で、今自分が絵を描くときに今一番なんでしょうね、信頼しているというか一番使い勝手がいいなと思っている、万年筆ですね。よく自分の動画の中ではG ペンのペン先が使えるオスプレイというメーカーの、万年筆を紹介したりしてるんですけど、あれもすごくいいんですけど、特にG ペンなんで線の抑揚がつけられるし、細い線はこのインディグラフよりも細い線引きますしね。なんだけどちょっとなんか詰まりやすくて、詰まりやすいのは僕の手入れが悪いからなんですけど、インディグラフはその点インクが乾かないようにペン軸の中にちょっと水を溜め込むタンクがついていて、でそれで常にペン先が少し湿った状態をキープできるんで、そのあたりも含めて非常に使い勝手のいい、万年筆ですね。そうだな、なんかこれちょっと手帳の紙でトモエリバーかなと思うんですけど、ケント紙とかに比べるとやや滲んでますね。滲むというか、あとはこのトラベラーズノートに書いてますけど、ちょっとしたスケッチだったら全然構わないんだけど、何か線用になんかちゃんとした絵を描こうと思うと、若干今紙がペコッと浮いてきちゃってると思うんですけど、もうちょっとそうだな、なんか固定しないといけないですね。もしかするとなんかトラベラーズノートが好きでトラベラーズノートをメインのノートにしてますけど、絵を描くってことを考えるとプロッターみたいなリング系のものの方が紙がペタンとまっすぐに広がるんで、トラベラーズのリフィルみたいに本の形になってるとどうしてもたわむんですよね。だからそのあたりちょっと今描いていて迷ってるところですね。ペン入れ、今これが4分、ちょうど10秒ぐらいだから、8分ぐらいだからペン入れに6分か。今回はしっかりと書き込むっていうよりは、今輪郭だけバーッと撮ってカメラとか全然中書いてないですけど、シルエットで拾ってサークルカットなんですごいちっちゃい絵になるじゃないですか。書き込むと潰れちゃうんですよね。そんなこともあって、あとはこの後で呉竹のジグっていうグレーのマーカーを使って、色をつけようと思ってるんで、そっちにどのぐらい、書き込みを今ペンの状態でどのぐらい書き込んだらちょうどいいのかなっていうのを探るために、今回はあんまり
書き込まないようにしてますと言いながらマフラーを目いっぱい書き込んじゃいましたけど、なんかこの辺りで書き込んだ上にそのジグの、マーカー塗った時とフラットな部分を塗った時とでどんな感じにその絵肌が変わるかなっていうのをちょっと探りたくて、書き込み線入れてるとこと入れてないとこをちょっと分けてますね。あとカメラ今ちょっとなんでしょう、カメラを細かく描き始めるともっと全体を描き込まなきゃなっていう気持ちになったりして、だからそのシルエットにって思いながらやってます。だから髪の毛とかも描き込んでるように見えるけど線が多いだけで、質感を描き込んでるっていうか立体を表現するための書き込みを入れてるわけじゃないんで、そのあたり、ちょっとそういう感じのそのタッチですね。輪郭の描き方とか今ねちょっと癖がいつもなんか自分の絵の悪いとこ探しをついついしちゃうんですけど、こういう角度で描いた時に奥の目に比べて手前の目をちょっと上目に描くんですよね。だから、カメラの位置がなんていうかな、そのちょっと下から煽ってるような、描き方にすることが多くて、それが全く真横に比べると絵にリズム感とか動きとかが生まれて、いいんですけど、自分が今そういうふうに意識して、ちょっと見上げているアングルで描いているんだみたいなことを意識してないと、これがなんか自分の絵のデフォルトになっちゃっていて、なんだろうな、ちょっと例えば左右反転した時とかに、なんか癖っぽさを感じたりするんですよね。そのあたりもちょっと難しいところで。で、呉竹のジグを持ってきました。色は、ウォームグレーを中心にちょっとクールグレーが一色混じってたりとか、なんかちょっと適当ですけど。でコピックを買ってみて、コピックの方がその色の伸びが良かったりして使い勝手がいい部分もあるんですけど、なんでしょうね、今こうやって塗っているとジグもジグの良さがあるなっていうか、いい感じにはみ出さずに塗れたりとか、この筆の感じがコピックの筆よりも自分的には、こっちちょっと柔らかいですけど、なんか細かいところも塗れるし、大きな筆を寝かせて筆圧をちょっと上げて大きな面積をこうざっくり塗ることもできるし、非常に筆のなんか完成度が高いんですよね。あと裏写りもあまりしないし、コピックを使うんだったら専用の紙で、その裏写りがあまりしないような、専用の紙で、アルコールの、そのマーカーなんでうまく色を伸ばすことができたりするんで、そのあたりを上手に使って、色を混ぜたり伸ばしたりしながら描いていくことをちゃんと考えると、コピックにはコピックのやっぱ良さがあるんですけど、なんかねこのグレーでサイドなしで塗るのに関して言うと、なんかジグはなんかちょっと頭一つ飛び抜けて自分の中では使いやすくて表現力の高い、マーカー、ちょっと色ムラがあるじゃないですか。これがね乾いてくるとちょうどいい感じに、要するに、CG デジタルでフラットな塗りをしちゃった時とかと比べると何か密度があったり、この濃淡の中に、なんかその質感とか意味が隠れているような、なんか想像を見る側にさせてくれて、程よくそのただ塗っただけなのにただ塗っただけ以上の密度感が出てくれたりとか、なんかまとまりが出てくれたりして、終わってしまったっていうような感じで、ざっくりと塗ってみました。これが、今回のコミュニティアのサークルカットになります。ありがとうございました。ではでは、はい。